こんちは。マジオスくん復活おめでとう。つうことで今回は 4G のマジオス武器で遊びます。すでに装備していますが武器はこちら、缶オケでなく代償のネイディアでございます。性能は倍率290に睡眠110、一応スムラだ。残念ながらスロットはなし。正直、効率を求めて持つ武器ではない。倍率290じゃ敏火力が足らなくてな。というより、すべてが少しずつ足りてません。倍率も切れ味も属性もスロットも。マジオスが復活しなきゃ一生担がないところでした。どう考えてもクーネでいいです。今回は極限生命をつけて無理やり遊んでいくよ。久々にチャークのプレイ動画撮りたくてな。やっていくのはこのイベクエだ。ジャンプのコラボクエだね。昔は少年誌とよくコラボしてましたね。ジャンプクエにはテオが抜擢されてました。4G で言えば有用な防具が手に入ることで有名。反逆王シリーズの素材となります。一部類は G 級のバイカ防具が反逆王しかない。今となってはかなり貴重なクエストだ。で、ジャンプクエは強化個体が出ることでおなじみ。このクエのテオもそうだね。ギルクエ126以降の仕様となっていますね。全身に炎をまとい、粉塵が移動します。ステータスはさすがにギルクエほどでないですが、普通の G 級クエよりは手強いです。これをチャークでやっていこうって話。スキルは火力もりもりにしてるぞ。TA 丸パクリなんだけどな。真打ち不要だからそこは唯一助かってる。我々が見たのはクーネ担がれてました。テオですらクーネなんですね。そもそもの立ち回りが後ろ足狙いだからね。ここは氷以外ろくに通らんし。サビクシャ武器あたりがもっと性能良ければな。選択肢広がったと思うんだけど。あの切れ味で倍率310ではあまりに渋い。片手みたくぶち抜けて欲しかったです。それで言うとネイディア君もな。倍率あと20、01追加くらいは欲しいよね。ですね。それくらいあればスムラとして強そう。マルチが缶オケだらけになってたかも。ワイルズのネイディアはどうなるんでしょう。編集時点だとまだ来てないんですよね。性能の傾向は多分変わらないだろうね。ワイルズには睡眠武器1系統しかないし。そもそもマジオス武器群はあるんだろうか。アーティアの強化だけってことはないよな。防具は普通にあるでしょうが、これは来てからのお楽しみですね。さて、ではそろそろテオくんに触れましょうか。先ほど言った通りで、立ち回りは後ろ足狙いです。スタンがあるからって頭は狙わないんだよね。リスク高いしな。基本抜刀で縦振りや切り上げを入れていく。隙があれば解放2をプラスって感じだな。この張り付き方が地味に難しい。すぐバックジャンプなどで距離を離されてしまいます。離れた時が一番のピンチ。抜刀時のチャークは非常に脆いので。テオは威力値高いから GP も不安定だしね。ガーフの攻撃も多くあるし。コウドンは素直だけど常に気を張る必要がある。テオも全然楽なモンスではないよ。それとネイディアではやりづらい点もあります。それが白毛ゆえのヒットストップの大きさ。クーネは切れ味の悪さゆえこれが非常に少なく、張り付きにはかえって便利なんですよね。解放の隙とか明らかに違うからね。クーネってこういう点でも恵まれてんだよな。しかし見返すとぎこちねえな。極限生命は機能してるんだが。とっさに切り上げを出すのに慣れませんでしたね。スティックニュートラルのキープが意外に難しい。適当に出すと白でも翼に弾かれてしまいます。これ結構致命的です。これも含めてネイディアの強みがないんだよな。睡眠が来れば変わるんだろうか。さて、ここでスパノバが来たぞ。怒り突入から100秒経過だ。テオはこれの管理も面倒なんですよね。いちいちタイマーセットするのが大変で。クエスト残り時間を見る方法もあるんですが、こっちはこっちで計算が面倒になります。1分40秒ってのがまた半端なんだよな。1分半だったら管理しやすいんだけど。ギルクエだと体力とタイマーがとにかくネック。ソロで手が出にくかった。その点、体験はひるみで考慮の必要ないんですが、こっちは狩猟自体がかなり難しいんですよね。実はこの企画も140でやるか迷いましたが、時間足りなそうなので断念しました。テストプレイでは22分くらいで倒せたんだよね。いつものように一落ちしたんだけど。多分、我々の腕でもネイディア18分くらいは出るな。それ以上は何日かかるかわからん。我々は、だいたい TA の2倍くらいで収まるのを目標としてます。テオで見たものは9分くらいで倒れてましたね。クーネとの差を考慮すると、18分でも割と高い壁です。さすがにこれだけに時間は避けませんね。もともとワイルズきっかけの企画だしね。テオとチャークは相性良くないと思うし。チャークで頭狙いできたら面白かったんだけどな。さすがに高出力は打てる相手じゃないね。ギルクエ攻略的には惜しいですよね。ラージャンにスタンが通りづらいので。テオに有効だったらチャークももうちょい強かったかも。実は優先度そんなに高くない武器種です。チャークが一番ってのがほぼ存在しないんだよな。強いて言うならティガーシくらい。体験を除けば火力水準は高い方だけど、それもクーネの調出が強いだけだし。マルチならいいアクセントになるんですけどね。複
数人いれば解放の隙も増えるし、4G のチャークは完成度こそ高いものの、背負ってる枷は今日まで変わらず重いです。ふむ、いつの間にかテオが寝てる。属性110でも意外と早かったな。睡眠中は一応遂げるけど、これ自体は強みにはならんね。もともとテオはノバ中に解けますからね。白中だとそれだけで維持可能。せっかくなのでスタンを狙ってみます。根質2回プラスアルファで取れるはず。テオのスタンはあんまり有効とは言えないね。普通の頭ひるみとほぼ変わらん。体験も普通に火力持って殴るのが一番ですからね。通常、居合は担がれません。マルチだと横ペチでよくスタンしてましたね。体験4人だと横殴りだけで気絶します。あれ、テンポ崩れるから普通に邪魔だったよな。懐かしすぎるわ。というか、今回のスタンも大概ひどいな。地形に邪魔されてろくに頭殴れてないぞ。これはネイディアならではの戦法なんですが、ことごとく噛み合いませんね。テオくんの壁際は非常に危険です。粉塵やら飛びかかりで事故りやすいので。飛びかかりが壁に引っかかるのひどいよねあれ。あの攻撃は判定の塊だからな。テオ TA も崖上で移動を制限してたけど、ようやるわほんと。TA 御用達の地形ですが諸刃の剣ですよね。テオ周回用には向いてない気がします。我々の PS ではね、最上位勢みたく無理はできんな。さて、数分経過してまたノバタイムだ。中央でやられると岩が吹っ飛ぶな。ただ、ちょうどエリチェンのタイミングでしたね。もうここに戻ることはないでしょう。なんだかんだで5分以上が経過しています。さすがに10分はかけたくないんですが。このクエはギルクエで言うとどのくらいなんだろう。体力値が気になるところだ。エリア4は狭いから動きづらいが段差が多い。事故には気をつけていきたいね。段差に引っかかって被弾したらたまらないですね。なるべく討伐まで行っちゃいたいです。おそらく睡眠はもう取れないと思います。ひたすら後ろ足を殴るのみですね。ここはさらにオノバットの動き方が重要だな。不用意な回避はできないね。あとは便状況と弾かれにも配慮して、気にすることが多くて大変だ。もちろんですが怒り時間も測ってます。管理するものが多すぎてパンクしそう。こういう戦い方だと斧強化が欲しいですね。今ではすっかり定番になりましたが。純粋にガリガリやってんのも楽しいからな。操作はさらに煩雑になったが。4G 仕様のままではどうしても無理なモンスが出てくる。解決策があるだけいいと思うね。ワイルズでの武器調整はタイトルアップデート4が最後なんでしょうか。結局、いろいろな問題は残ったまんまですね。火力だけは出そうなのがまだ救いです。それすらない時代もありましたから。歴代のアップダウンが一番激しい武器だしね。新作が出るたび戦々恐々だ。いずれ歴代のチャーク評価もしたいな。我々、なんだかんだチャークが一番好きだから。どんだけ弱くても少しは持ちますからね。この経験はどこかで供養したいところです。それにしてもテオくんはしゃぎすぎですね。あまり移動されると追いつけないんですが。飛びかかりも突進も単発扱いだからね。運が悪いと一生連発されるぞ。特にこのエリアは被弾が怖くて迂闊に近づけん。タイム的にそろそろ終わるはずだが。終わりましたね。なんとか10分は切ることができました。イベ個体と考えるともうちょい頑張りたかったです。これはギルクエだとちょい厳しいか。武器がそもそも最適解ではないからね。特に切れ味のヒットストップの差がかなりで回帰する。ただまあ、単発でやる分には面白かった。睡眠も多少生きてたし。マジオスに向けた企画としては楽しめましたね。ネイディア君またしばらくさようなら。はい、というわけでガンオケを担ぐ企画でした。やっぱり色々足らなかったね。倍率とスロットがな。スムラといえば聞こえはいいが、実質白毛武器だからねこれ。極限生命は良かったんですが、これはネイディアのアイデンティティではないですしね。おとなしくワイルズのを楽しみにしましょう。投稿時点ではすでに実装されてます。頼むぜワイルズ。最後に一花咲かせてくれよ。ほいじゃ、次の動画で。またね。